目に入れても痛くないほど愛おしいわね。生まれてきた私の息子を見て、そういう義母、まさに溺愛といった様子で息子を可愛がってくれていた。私が仕事の間などは快く面倒を見ることを引き受けてくれる。だがその時私はまだ気づいていなかったのだ。息子にかけられる義母の愛情が異常だということに。私の名前はミカ。共働きをしている28歳。1年ほど前に夫のソータと結婚して、その後すぐ義実家での同居が始まった。同居する前はいろいろ不安もあったが、義母との関係はそれなりにうまくいってはいると思う。これといった嫁いびりもなく、仕事で忙しい夫と私に代わって家事なども引き受けてくれている。だけど一つ気になることといえば、毎日のように孫について尋ねられること。もう結婚して1年になるのにまだ子供は作らないの？そろそろ作ってもいいと思うんだけど、あなたも若いわけじゃないんだから、もう少し気にしたら？ふとした瞬間に子供のことを言われる日々。義母に悪気はないのだろうが、私にしてみればちょっとしたストレスになっていた。私だって子供が欲しくないわけではない。しかし私も仕事をしているし、金銭的な問題もある。義母はもう1年というが、私からすればまだ結婚して1年という感覚だ。仕事も続けたいし、子供を持つならもう少し貯金に余裕も欲しい。だからこそ結婚してすぐ子供を持つことは考えていなかった。義母が結婚当初から孫を楽しみにしていたのは知っていたが、こちらの状況もお構いなしに要求ばかりしてくることには困ってしまう。そんな日々が続き、私も参ってしまっていたので、ある日の夜、義母が寝たのを見計らって、私は夫に軽く相談した。子供のことを言われてるんだけど、どう思う？こうも毎日のように言われるとプレッシャーで。私は正直に状況を考えずまごまご言われることや、毎日のように言われることが苦痛だと夫に話す。母さんは孫のことを楽しみにしてたからな。でもそんなに言われてたのは知らなかったよ。ごめんな。夫は義母が私にそこまでしつこく言っているとは思っていなかったようで、驚いた顔をする。そこで義母には自分が言っておくから、そう約束してくれた。するとそこで夫から提案があった。母さんがせかすからってわけじゃないけど、子供を作ることを考えない？実は俺、昇進の話が出てて、給料も上がるみたいなんだよね。だからちょっとは生活に余裕もできるし、ミカも少しでも若いうちに産んでおいた方がリスクとかも少ないと思うんだ。もちろん強制するわけではないけど、夫はそう付け加える。その上で私に検討してほしいとのことだった。確かにソータのお給料も上がるならそれもいいかも。わかった。私も子供のことは考えてみるから、とりあえずお母さんのことはお願いね。私は夫にそう答え、少し考える時間をもらうことにする。ただ子供を作るとしても義母の催促はやめてほしいので、夫にはくれぐれも話をしておいてほしいと念をした。それから数日後、夫はすぐに義母に話をしてくれたらしく、義母からの催促が止んだ。それ以降も面と向かって子供のことを言われることはなくなり、気づけば以前ほどストレスは感じないように。気持ちが落ち着くと不思議と物事を前向きに考えられるようにもなるもので、私は夫に言われたようにそろそろ子供を作ってもいいかと思うようになった。子供のことだけど、この前の話で進めよっか。体のこととか考えたら早い方がいいだろうしね。夫にも改めてそう返事をする。それから私たちは夫に辞令が出るのを待ち、正式に昇進が決まってから妊活を始めることにした。そしてこの話をしてから半年が過ぎた頃、妊活はうまくいき、私は無事妊娠。もちろん私も夫も喜びはしたが、それ以上に喜んでいたのは義母だった。あれだけ待ち望んでいた孫が生まれるのだ。妊娠を報告してからの義母は毎日そわそわしている。さらに私のことを過保護というほど心配してくれて、そんな姿が微笑ましい。子供をせかしてくるのは嫌だったが、これも孫が欲しい気持ちがゆえだ。この頃にはそんな穏やかな気持ちで義母とも接することができるようになっていた。それから数ヶ月後、私はついに出産の日を迎えることとなった。初めての出産で不安なことも多かったが、夫と義母に支えられ、私は無事に元気な男の子を出産。名前はひろゆきと名付けた。私たちの元へやってきてくれたまだ小さい息子に、私は幸せをかみしめていた。出産後は育休に入り、子育てに専念することになった私。初めての育児は手探りで、わからないことだらけだ。
思っていた数倍は大変で、毎日悪戦苦闘の日々。だが、苦労よりも愛おしさの方が何倍も大きく、私は目まぐるしくも幸せな息子との時間を過ごした。そして、そんな日々はあっという間に過ぎ、息子も気づけば間もなく1歳に。私の育休も終わりの日が近づいていた。私は予定通り職場に復帰することを決めた。だがそこで問題が起きる。保育園がなかなか見つからなかったのだ。確かに不足しているとは聞いていたが、ここまで見つからないとは思っていなかった。私と夫は頭を悩ませる。結局私は育休の延長をすることにした。その間にも息子はどんどん成長してゆき、やがて2歳になるかという頃、私は職場に復帰することに。結局保育園は見つからなかったのだが、義母が息子の面倒を見ると申し出てくれた。美香さんはお仕事を辞めたくないんでしょ？私はずっと家にいるんだし、気にせず任せてちょうだい。一人でいてもどうせ暇なだけなんだから。それはとてもありがたい話だった。もう息子も2歳になるし、3歳になれば幼稚園に入れようと考えていた私たち夫婦。近隣の幼稚園には空きがあるようだったので、あと1年なんとかならないかと考えていた。この2年間、一緒に息子のお世話をしてくれていたので、義母になら安心して任せられる。義母のおかげで、私は無事職場復帰できることとなったのだ。そうして私は再び働き始めた。仕事も順調で何の文句もない生活だった。そんな生活が始まって1年が経ち、息子も3歳になる頃、そろそろ幼稚園の準備をしようかという時、息子の様子がおかしいことに気づいた。今までは私が帰ってきたらとても喜んでいた息子が、なんだかよそよそしいのだ。常に義母の近くにいて、私に近寄ろうとしない。義母が面倒を見てくれているから、義母にべったりになってしまったのかと思ったが、私は私でしっかりコミュニケーションはとっている。一体何かあったのだろうか。さらに不安になることがあった。息子が言葉をほぼ発しなくなってしまったのだ。息子は大きくなるにつれてどんどんおしゃべりになり、正直に言うとうるさいくらいだった。そんな息子がまるで別人のように喋らない。やっぱり私が働いていることで寂しい思いをさせているのだろうか。それかどこか悪いのか。夫も息子の様子がおかしいことに気づいていたようで、私たちは息子を病院に連れて行くことにした。だがここで義母がそれに猛反対してきたのだ。病院？どうして？ヒロ君はどこも悪くないの。とってもいい子なんだから。面倒を見ている私が言うんだから間違いないわ。この子を病気だなんて決めつけないでちょうだい。まさに必死といった様子で私たちに反対する義母。その態度に私は疑問を感じた。あれほど過保護な義母だったら、息子の様子がおかしいと思えばすぐ病院に行くはず。なのにむしろ病院に行くことを反対してくるのだ。今まで安心して息子を任せていたが、そんな義母に私は不信感を覚えた。夫も義母の様子が少しおかしいと思ったようで、その晩義母が寝静まった頃に夫から話をされた。ひろゆきのことだけど、本当に何もないと思う？母さんはあんなに否定したけど、俺はちゃんと調べてもらった方がいいと思う。私も夫と同じ気持ちだった。あんなにおしゃべりな息子がすっかりおとなしくなってしまったのだ。いくら義母が大丈夫だと言っても、そのままにはしておけない。私と夫はすぐに病院に連れて行こうとその場で決めた。その数日後、夫と私は合わせて休みを取り、息子を病院へ。義母は最後までそれを快く思わない様子だった。何もないって言ってるのに、どうせ無駄しよう。家を出るまでそうやって怒っていた義母。最初はついてこようとしていたのだが、夫が夫婦だけで連れて行くから義母は来なくていいと言ったことも気に障ったのかもしれない。だが私たちはそんな義母を尻目に息子を連れて病院へ向かう。義母のことより息子が心配だったのだ。病院に向かう道中も口を聞かない息子。夫と私で明るく声をかけてみたりするが、それでもダメだった。やっぱりどこか悪いのか。私と夫は目を合わせる。そうして到着した病院で息子はいろいろと検査を受けた。夫と二人で不安な気持ちを抱えながら医師の診断を聞く。どんな結果でも落ち着いて受け止めよう、そう覚悟していたのだが、医師の診断は予想していないものだった。いろいろ調べてもらったのだが、医師は息子の体のどこにも異常はないという。その答えに安心はしたが、ではなぜ息子はこんなに人が変わったようになってしまったのだろう。不思議に思う私と夫に、医師は精神的なものに原因があるかもしれないと言ったのだ。
精神的なものとは一体何だろう。私と夫は病院から帰る道中、いろいろなことを話し合った。だが、これといってはっきりした答えは出ないまま、家に到着。家に入ると、義母が待ち構えたように、検査の結果を聞いてきた。身体的な問題はないということを伝えると、ほら、言ったでしょ？そう言って、勝ち誇ったような顔をしている。精神的なことは、あえて黙っておいた。義母に話せばきっと、大騒ぎするだろうと思ったから。それから夫と私は、今まで以上に息子のことを気にかけて過ごした。私はなるべく早く仕事から帰り、息子といる時間を増やす。それは夫も同様で、なるべく息子に話しかけたり、一緒にお風呂に入ったり、息子とコミュニケーションをしっかり取るようにしたのだ。すると、息子の様子にもだんだんと変化が現れてきた。口を聞かないのは相変わらずだったが、また以前のように笑顔で私の元へ寄ってくることが増えたのだ。やはり寂しい思いをさせていたのか、私と夫は反省し、息子との向き合い方について考え直す。私は仕事を辞めることも視野に入れた方がいいだろうと考え始めていた。そんなある日、私が仕事を終え、家に帰ると、息子が出迎えてくれた。こんなことは久しぶりだったから、とても嬉しく感じる。息子の頭を撫で、着替えてくるからリビングで待つように伝えると、息子と入れ替わりにリビングから義母が出てきた。そして、私が着替えようと寝室に向かうところで、息子のことで話があると義母から呼び止められたのだ。最近ヒロ君が私に対して反抗的な態度を取るようになったんだけど、あなた何か言った？穏やかな口調だが、目の笑っていない笑顔でそういう義母。その雰囲気に私は少し恐怖を覚えた。反抗的ですか？そんな風には見えませんけど、それに私は何も言ってませんよ。私がそう答えると、義母は私をきっと睨んでわめき始める。最近私の言うことを聞かなくなったの。面倒を見てあげてる私に反抗するなんておかしいでしょ？こんなに大事にしてる私にそんなことをするなんて、あの子ちょっと異常よ。この間息子を病院に連れて行こうとした時には、どこも悪くない、おかしいなんて扱いをするなと言っていた義母。そんな義母が息子を異常だと言い始めた。義母のその発言に、ますます義母に対する不信感が増していく。今まで息子を可愛がってくれているから、と安心して任せてきたが、それが間違いだったのではないかと思うようになった。だが、家で一緒にいる間の義母に変な様子は見られない。しかし、どうしても義母に感じる違和感が拭いされなかった私は、自分で確かめることにした。義母と話を終えた後、以前仕事で使っていたボイスレコーダーを取り出し、翌朝、バレないようにリビングに設置したのだ。家族のことを監視しているようであまり気分は良くなかったし、このことを伝えたら反対されるかもしれないと思い、夫には秘密にした。もちろん、義母を監視するためなので、義母にも何も伝えていない。そして次の日、仕事を終え帰宅した私は、リビングに仕掛けたレコーダーを回収し、寝室で録音されている音声を確認。すると、そこにはとんでもない義母の発言が残っていた。あまりのことに手が震え、そして怒りがこみ上げてきた。義母にも、今まで気づかなかった自分にもだ。私は気持ちを整理し、夫に連絡をする。できたら、早く帰ってきてほしい。私は息子と、この家を出ようと思う。黙って録音したことは謝ります。そう文章を添えて、さっきレコーダーから回収した音声のデータを夫に送った。そして私はすぐリビングに戻り、息子を寝室へと連れて行く。義母は少し嫌そうな顔をしていたが、何も言っては来ない。寝室で息子を寝かしつけながら、私は夫の帰りを待つ。すぐに眠ってくれた息子の寝顔を見ていると、夫が家に帰ってくる音がした。そして、リビングから夫の怒鳴り声が聞こえたのだ。おい母さん、これは一体どういうことだ？相当急いで帰ってきたのだろう。息が少し上がっている夫。私は息子を起こさないように、静かに急いでリビングへ向かう。どういうことって？あなた一体どうしたの？そこには、ただごとではない夫の様子に、唖然としている義母。私は夫に少し落ち着くように言い聞かせる。ひろゆきが寝てるから。そう言うと夫は、はっとしたように落ち着きを取り戻す。夫は深々と深呼吸をして、義母を私と夫の前に座らせた。ちょっと一体何？あなたたちどうしちゃったの？まるで状況がわからないといった様子の義母の前に、私はレコーダーを置く。そして、
夫と私が怒っている理由を告げた。申し訳ありませんが、息子と2人の時のお母さんを録音させてもらいました。それでお聞きしますが、一体これはどういうことですか？私はそう言って保存されていた音声を流した。義母が息子に話しているであろう言葉の数々が流れてくる。これを再度聞くなんて耐えられなかったが、私も夫もじっと我慢して義母に聞かせた。何度言ったらわかるの？ママは私よ。私のことはママと呼びなさいって言ってるでしょ。あの女はママじゃないんだから、帰ってきても仲良くするんじゃないの。最近あの女にくっついたり、昨日も出迎えたりしてたけど、あんなことしなくていいの。なんと義母は息子に対して自分のことをママと呼べと言っていたのだ。そして母親の私が帰ってきても仲良くするなと。これを聞いた時はびっくりして言葉が出なかった。それと同時に息子の様子がおかしかったことに納得がいった。あの女ってミカのことだよな。ミカを母親じゃないって教えるなんて一体どういうつもりだ？夫は静かにだが怒りを込めた声で義母を問いただす。この音声は普通ではないと改めて聞いて思った。違うの、これはおままごとよ。私なりに楽しく遊べるように考えてあげてるの。苦しい言い訳が義母の口からは出てくる。どこの世界にそんなままごとがあるというのだ。私たちの前では普通に振る舞っておいて、裏では息子にこんなことを言い聞かせていたなんて。息子のことを異常だと言っていましたが、異常なのはあなたの方じゃないですか？義母は息子が自分の思い通りにならないから異常だと言っていただけだ。母親である私と一緒にいようとするのは何もおかしいことではない。だが義母はそれが許せなかったのだ。おままごととかそんな言い訳が通じるわけないだろ。ちゃんと説明してくれ。普段は温厚な夫がこの時ばかりは厳しい表情で義母を問い詰める。すると立場を悪くした義母は黙り込んだ。私たちが何を言ってもうつむいたままで反応することはない。とうとう痺れを切らした夫がテーブルを叩きこう言い放った。こんなおかしなことをする人間を大切な息子の近くに置いておくわけにはいかない。俺たちはこの家を出ていくから。その言葉にうつむいていた義母はパッと顔を上げる。出ていくってどういうことよ。何言ってるの。そんなの絶対ダメよ。困るわ。謝るから許してちょうだい。私たちが出ていくというのはどういうことか悟ったのだろう。今までだんまりだった義母が急に謝り出した。私たちが出ていけばあれほど欲しがっていた孫に会えなくなるばかりか、生活もままならなくなる。義母の生活費に関しては今は私たちがほぼ面倒を見ているのだから。これからの生活が危うくなると知った瞬間、声を上げる義母を心の底から軽蔑した。謝って済む問題だと思ってるんですか？3歳の息子がどんな思いをしていたか。息子のことを考えると涙が溢れてくる。それは夫も同じだったようだ。目を真っ赤にした夫はさらに冷たい視線を義母に向けている。あんたが困ろうと知ったことじゃない。誰が何と言おうと俺たちは出ていくから。もうあんたの家族はいないと思え。夫はそれだけ言って私の手を引き自室へ向かう。そして出かける準備をし、私と眠っていた息子を抱えて連れて家を出た。家を出た瞬間、夫から義母がすまないと謝罪をされた。だが私は義母だけを責める気にはなれない。今まで気づかずに任せてしまった私たちにも責任はあるよ。そう言うと夫もそうだなとつぶやく。でも義母とは縁を切る。それが夫と私の決めた答えだった。今の環境が息子に良くない影響を与えているのは事実。だからこそ私たちは親としてそれを改善しなければならない。私たちはそう話し合いながらタクシーを拾い、ひとまず滞在させてもらうために私の実家へ向かった。義母と話し合う前に実家には連絡を入れておいたので、父も母も快く私たち家族を受け入れてくれる。そこで夫は息子に義母のことを謝り、ゆっくりと今まで何をされていたのか話を聞いた。だがやはり息子は何も喋らない。心の傷になっているかもしれないからゆっくり話せるようになるのを待とう。私と夫は息子のカウンセリングなども考えつつ、今は少しでも穏やかな気持ちで過ごしてもらうことを優先することに。ひろゆき、ごめんな。これからはパパとママの3人で暮らすから、もう何も気にしなくていいからな。夫はそう言うと息子の頭を優しく撫でた。すると息子がか細い声でぽつりと、ばあば、いや、
と言ったのだ。ひろゆき、喋れるの？思わず驚いて声を上げてしまう私。夫も私も泣きそうになりながら、息子の次の言葉を待った。もう義母とは一緒に住まないことを伝えると、息子はゆっくりと全てを語り出した。義母のことを母親として扱わないと、激怒されるから怖くて何も言えなかったこと。私は悪い悪魔だから、近づいてはいけないと言われていたこと。でも息子は、私のことも夫のことも大好きだから、どうしたらいいかわからなくなっていたこと。ゆっくりゆっくり、拙い言葉で語った息子。私は義母のことを信じて仕事に専念していたことを改めて激しく後悔した。夫と二人で息子に謝り続け、これからは家族3人ずっと一緒だということ。私も夫も息子のことが大好きだということを一生懸命伝えた。それから次の新居が決まるまで、私たち家族は私の実家で過ごしている。息子は義母がいなくなったおかげか、少しずつ明るさを取り戻し、私とも普通に会話をしてくれるようになった。息子の笑顔が帰ってきてよかったと心から思う毎日だ。夫の元へは義母から毎日のように帰ってきてくれと連絡があるそうだが、夫は一切相手にしていない。私は連絡先を全てブロックしたので、連絡すら来ることはない。先日夫が一人で義実家に私たちの荷物を回収しに行ってくれたのだが、その時も完全に無視をしたらしい。義母はまるで子供のようにギャーギャーと泣きじゃくっていたそうだ。そんな母親の姿を見てもさ、何も心は痛まなかったよ。今俺が守るべき家族は美香とひろゆきだけだから、二人を傷つける存在はたとえ親でも許せない。夫は義母の話をしながらそう語っていた。息子を守るためにすぐに動いてくれた夫には心から感謝している。大事な家族とこれからも一緒に生きていけるのが何よりの幸せだと心から思った。それを失ってしまった義母のことは少しだけかわいそうに思う。その後、夫も義母と連絡を絶ち、私たちは新居へと引っ越した。義母に今後何かあった時は、親戚の方から連絡をもらうようにしている。その方の話では、義母はすっかり意気消沈しているらしく、日に日に暗くなってしまっているらしい。生活もそんなに余裕はないようで、出かけることもせず、広い家で一人泣きながら暮らしているのだそう。一方私たちはセキュリティの高いマンションへ引っ越し、新生活を始めた。私は仕事を辞め、息子と過ごす時間を増やし、夫と二人で精一杯息子の心のケアに努めている。そのおかげか、息子はわんぱくといった様子ですっかり元気になってくれた。元気になりすぎて手を焼くことも多いが、それさえも愛おしく思う。二度と息子には辛い思いをさせないよう、これからも夫と息子を見守っていきたい。それが私たちの何よりの幸せなのだから。